待たせたな、乗客の諸君。3人の開拓者の協力によって列海の活動は最小限まで抑えられ、正規の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリーロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。元凶。はい、将軍様。この後かの者をちゃんと見張っておく。は。私を覚えているか？ああ、人は5人、代価は3つ。軽減、その中の一つは貴様じゃない。人は5人、代価その中の一つは貴様だ。少し待て。今行く。ほら言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。さ、廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずにだってさ。うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。あら、いいわね。こんな丁寧な挨拶は久しぶりだわ。ヤリーロ6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょ。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、カフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ。性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら？あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。
数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴の無地なだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。専修同盟の6層のうちの一つ、専修ラフ。もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その専修が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってことを。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる？専修同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、専修は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしてはできすぎでしょ。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の1個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し、次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて専修全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、軍政はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、タンコを呼んできてちょうだい。あんたも来たんだ。もう炭鉱は部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。
あんな偶然起こるわけないよ。性格が暴発したところに性格ハンターが現れるなんて。しかもうちらのすぐ近くでわざとに決まってる。ほんと腹立つよね。勝手に通信を乗っ取って勝手に切るなんて非常識にも程があるよ。ねえ、あんたって彼女と知り合いなんだよね。昔からあんな感じだったの？列車で記憶喪失なのは一人で十分だよ。そうだ、さっき炭鉱にも言ったんだけど、あんたにも言っておくね。みんなで一緒に反対しよう。絶対姫子なら多数決にしてくれるってうちは信じてる。あんた、うち、炭鉱の3人で一緒に反対すればうちらに従うしかないよ。俺が遅れてしまった時に限って問題が起こるとはな。ああ、美月から聞いた。他の選手ならまだいいがラフとなると俺はいけない。俺はラフに足を踏み入れることを禁じられている。ラフが治めし地、足を踏み入れるべからず。こう宣告された。もしお前たちが行くのなら俺は同行できない。俺の記憶の中の選手は今も壮麗なままだ。うまくいくことを祈っている。大丈夫？炭鉱。美月ちゃんから話は聞いたかしら？問題ない。状況は理解した。よかったわ。じゃあ先ほど起きたことについて今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで選手に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。4対1。賛成の方が多いわね。選手に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったらうちらが選手に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなってその辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする？炭鉱。あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標選手へ出発。間もなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。これが選手？ヤリ色6よりずっと大きい気
気がする。先州人にとってはこの先州が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかごだが、長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。それが先州同盟だ。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。タンコ、本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこラフク島船体へ接続完了するまでお待ちください。ください。お待ちください。どうしたの？家に帰ってきた気分にでもなった？どうしたんだ？信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。本当に泉州で何か起きたんじゃ。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号なのか？そうよ、ずっと繰り返してる。あ、繋がったわ。玉海今開けてみます。泉州同盟ラフに表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ？ちゃんとした担当者に繋がった？いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう。姫子、列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。別に怠けているわけじゃないわよ。列車には処理すべき仕事がいっぱいあるから結構忙しいの。出発前の準備を忘れずにするのよ。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのはそうだ、性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えいえいおー。ああ、出発だ。すごい！コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。それ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。ようじちゃんどうする？玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。
もしその人に何か企みがあるのなら俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合はここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう。警戒を怠るなよ。幼児ちゃん、怪我をした人がいる。この先に。傷が深い。喋るな。なのか、6層標を使って傷口の緊急止血を。凍傷させないようにコントロールに気をつけてくれ。任せてよ。先ほどまで近くで激しい戦闘があったようだ。道中に生存者がいないか注意してくれ。俺に構うな。この先に。あっちこっちに怪我人がいるよ。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。俺に構うな。この先に。気をつけろ。見たことのない生物だ。幼児ちゃんの指示に従うよ。自分の意志で帝雲様、お下がりください。ついてみせる。彼はすでに魔音の身に落ちています。もはや我々の戦友ではありません。すみません、お三方、ご助力ください。帝雲様、魔音の実はすでに消えました。しかし付近にはどんな危険が潜んでいるか分かりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。私はラフ天白市の商談の帝雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は幼児ちゃんじゃなくてベルトヨウさん、それからこっちは。なるほど。お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖されているはず。泉州のものではない皆様がここで何をされているのですか。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだが、突然誰かが玉海門を開けてくれてな。泉州に降り立った後は人を見かけなかったから、誰かいないかとここまで来たところだ。
ありえません。私の船が最後に入港した後、玉海門は閉じられ、天白氏は星境を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉海門の開閉記録を確認すればわかるだろう。門を開けた人が何も言わなかったから、俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちを知っているのか？もちろん知っています。ああ、皆様は訪れる時期を誤りましたね。今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に星境の中枢に避難した方がいいでしょう。天白氏のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。泉州で起きたことについて俺たちも少しは把握している。テウンさん、俺たちは泉州にある正確の封印を手伝うために来たんだ。助けていただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。ですが心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですのでついてきてください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。モンスターではありません。あれは魔音の実です。急に立ち止まってどうしたの？少し皆様に手伝ってほしいことがあります。手伝う？うちはやらないからね。気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の出現です。本気にしないでください。ほら、この先の道が塞がれていますでしょ。おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば私たちは先に進めます。どうです？簡単でしょ？私はか弱く能力もありませんので。ほんと人を使うのが上手だね。ここさえ抜ければ星境にある船に乗れます。安全な場所に着けばコソコソする必要はなくなりますよ。そういえばあんたいろいろ言ってる割に結局は恩をあだで返してるよね。うちらはあんたを助けたのに兵を使ってうちらを捕まえてるし、ようおじちゃんが交渉上手でよかったよ。それは誤解ですよ。私にはどうしようもないのです。それにあなたが私の立場だったら同じことをしますでしょ。確かにそうかもしれないけどさ、誤解されるのはやっぱり腹が立つよ。
先ほど言っていた性格ですが、君は泉州の天白氏に所属している。性格の脅威については知っているはずだ。はい。私はいろんな星に行っているので、性格の侵食による惨状も数多く見てきました。みんな構えるんだ。うちに任せて。まさか無駄な動きを。ここまで大変な道のりでしたね。尻尾の毛もかなり抜けちゃいました。私の綺麗な尻尾が。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんとかなりました。皆様、これが私の言っていた船ですよ。心配しないでください。節都市として精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。これでいい。では、私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、精査会へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて6氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから。こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは獅神宮に行き、玉空様に皆様の来訪を報告します。獅神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉空様に責められたら、私は責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。帝雲さん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい、獅神宮の入り口で待っているよ。
わかりました。テイウンさんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。狡猾というほどではないが、彼女は常に利益になるかどうかを優先して考えているようだ。正体不明の不審者に遭遇したら警戒するのは賢明な判断と言える。その後の慌ただしさは彼女が責任を取ることを恐れ、俺たちを早く上層部に任せようと考えたからだろう。何も敵対するわけじゃない。安心しろ。俺たちに後ろめたいことはないんだ。何も怖がる必要はない。ベロブルグでもうちらに後ろめたいところはなかったよ。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。おじちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。専修同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉空という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで専修に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか。返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。やばいね。うちも彼も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。ナイスアイデア。うちらは横で雰囲気を演出する係として幼児ちゃんを応援しよう。いや、もう少し真面目にしてくれ。案ずるより有無が易しだ。心配するな。受け答えは俺がしよう。大丈夫。きっと乗り越えられるわ。随分と早いのですね。玉空様が獅子宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データをケーゲン将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。
これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来意はすでに帝雲から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、正確の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。たかが正確。同盟がすでにそれを知ったのであれば、いずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空をかけてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分。当然この事件に介入する筋合いもない。私の言葉がお分かりで？現在の状況を見ると、正確の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて正確の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく訪ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし、もういいってよ、おじちゃん。同盟が自分たちで解決できるなら、うちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。さすがにひどいんじゃない？ラフで正確が発見されたのはたった数日前。現在清査会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが正確によるものだとは言い切れないでしょ。清査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉海門を開け、ある感染が入港したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。正確ハンターの一員、銀狼のマークをね。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白市にいてもらうわ。よくそう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様。請求列車が正確ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。悪いが列車の諸君、ラフに正確が存在するのは確かだが、諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題。泉州自身で解決するしかない。しかし
こうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにもいかない。性格の件は列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあこちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き憧憬を抱いていた。今日この目で見ることができるとは後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで頼み事とは？ああ、諸君でなければならないことでね。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき、大牧師、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑牌と関係を持つはずもないだろ。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りに船。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？君はどう思う？これで性格ハンターが捕まるなら泉州は諸君に借りができたのと同じこと。そちらが誠意を見せたからにはラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白氏や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに言ってくれ。軽減か。ただものではないようだな。怪しいまではいかないがどこか違和感を覚える。そうだ。怪しいといえばわずかではあるものの故意にジンの情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのならそれを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものをどうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに性格ハンターのことについては寛大だ。
そう。俺が思いつく理由は一つ。ジンの逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は泉州の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけだから。ケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。大木殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは？考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね、将軍。そうそう。普賢殿の知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら将軍の私が責任を負わねばならない。全てを手放して普賢殿を基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していればこんな面倒なことにはなりませんでしたのに。一体どういうおつもりで？ケーゲン、まさかわざと逃がしたのです？私が普賢殿のように未来を占うことのできない私がかい？これは運気軍の怠慢が原因であり私の責任だ。分かってますわ。泉州の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれた普賢殿に任せた。泉州の厄介事、机の上の公文書、花壇の雑草、この3つはどう力を尽くしてもきれいにならないか。将軍、大木が将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているがもっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことならめんどくさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ。何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも？そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。泉州の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ生をなす。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで帰局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ正確だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け
どこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは2人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。事の最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はその揚々とした息がくじかれるだろう。やれやれ、玉空様からまた皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天白氏がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。どういたしまして。次にまた玉空様にお会いした時、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。各社の看板を見た途端、睡魔が押し寄せてきたよ。結構慌ただしくしてた割にまだ日が暮れてないんだね。獅神宮でかなりの時間を過ごしたと思ったのに、さっきだってあの玉空様がしかめ面をした瞬間、隣の兵士たちが飛びかかってきてうちらを牢屋に入れるんじゃないかと思ったよ。大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉空様の悪口を言ってるわけじゃなく。ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。ですが部下として仕える人のために弁明させてください。ラフの至る所に危機が潜んでいる今、天白氏を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉空様が警戒を強めるのは当然の義務。プライベートな場所でしたらあの老体人もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。あの老体人は昔、泉州の雲騎軍飛行士の中でも傑物であったそうです。炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。ただ年月が経ち、凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え、一士を率いることになった。すべての面倒事を完璧に片付ける方になったのです。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き、快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。
すべて天白氏のツケに回しますので。泉州に来て聞いた言葉の中で一番嬉しい。コホン、ここまで熱くもてなされるなんて、その行為に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかな。ね、ようおじちゃん。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回玉空舵取りが俺たちの介入を拒んでいたのはカフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも通信時間を程よく調整し、具体的な位置を把握できないようにしていました。ですがそれでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、軍勢はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。そうです。おそらく何らかの装置が動作している音かと。この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらないよね。泉州はスターシップだし、この音もありきたりなものでしょ。美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果、カフカの後ろで響いていたのは海星港の造船施設だと判明しています。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。いい感じだ。今は少し休憩しよう。性格ハンターのカフカを追撃するのは大変な戦いになるだろうからな。そうだ、列車に無事を報告しよっか。特に炭鉱に今何してるのか聞いてみよう。そんでこっちはめっちゃ楽しいよって伝えるの。30分もそこでぼーっとしてるけど、そんなに不安なのかしら。珍しいわね。あの子たちが心配なんでしょ。でもベルトもいるし安心していいと思うわよ。うん。姫子さん、性格ハンターの遠距離通信を保存していたと思うが、見せてもらえるか。もちろん。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになる。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、泉州は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。待った。
彼を知っているの？泉州は危険だ。この者はこいつが泉州にいる限り、みんなベルトさんや美月、そして彼全員が危ない。しかし彼は炭鉱が逃げようとしているものに関係しているのね。あいつらを放っておくわけにはいかない。だが俺が背負っている荷に皆を巻き込むわけには。誰だって重荷の一つや二つ背負っているわ。美月ちゃんを見てごらんなさい。何も覚えていなくても肩に重くのしかかってる。私たちは見えない運命の道を歩んでるの。見たもの、聞いたもの、開拓したもの、これら全てが背負うべき荷であり、進む力なのよ。あれこれ考えすぎるのはやめましょう、炭鉱。ルールによれば列車が停車するのは標準日で7日間。その間乗客は自由に自分の時間を分配できるわ。列車はパムと私がいれば十分だから。やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。それに事を済ませたらまた列車に戻ってみんなと一緒に旅をする。そうでしょ？送信失敗。ネットワークが制限されているようだが、一部の機能は正常に働いている。どういうことだ？俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のラフ。暗闇の他に残るはここだけか。ちゃんとおとなしくしててね。人助けはプロに任せてちょうだい。これはこの羅刹のために頑張っているというのに、おとなしくしているわけにもいかないだろう。二人とも大丈夫？無事でよかった。私は運気軍の師匠。泉州妖精から派遣されてきたばかりなの。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら君が傷つくことになっていた。あ？もともと運気軍はあんたたちを守るための存在だよ。さあ、この辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえばなかなかの運気操術だったね。どこの隊？そっか。じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、泉州で何があったんだい？今まで行商をしてきて清査会がこんな風になったのを初めて見たが。それは言えない。というより私は一般人の救助を命じられただけだから、正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人、あんた名前は？
登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺は炭鉱。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。申し出には感謝するが、俺は一人で港を出られるから必要ない。ダメダメ、こんな状況じゃ星座界には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツねえ、ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。運気軍師匠がみんなの身の安全を保証するから。ああ、そうだ、後で2人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。送信失敗？どういうこと？長距離通信技術はまだ未熟だ。正確に信号を妨害されているのかもしれない。いやでも他の機能はまだちゃんと使えるよ。ほら。ならば誰かが細工をしたんだろう。カフカがいる以上、あの性格ハンターのハッカーお嬢さんの仕業かもしれない。昔は金銭格者じゃなかったのよ。泥棒から盗むやつ。あら、来ましたか。お気になさらず、待ったのは1時間ほどですので。海星港は構造士の管理下にあるため、許可が出るまで少々時間がかかります。ですので、ついでに現状を聞いてきました。龍雲渡しと同じく海星港の球技も止まり、関所の警備が手薄な状態です。運気軍は全員性格の件で他を顧みる余裕がありません。中は化け物が多く押し、人の気配がない。確かに後を隠すにはぴったりです。つまり助っ人もサポートもなしに大量のモンスターを退治して、カンパニーに天文学的数字の懸賞金をかけられた性格ハンターを捕まえなきゃいけないってわけだよね。まあ初めてってわけじゃないけど。あはは、辛すぎ。助っ人がいないかといえばそうでもありません。さあ皆様、準備が済みましたら出発しますよ。朝鮮王子、余すところなく。恩人様、出発されますか？私が連れてまいりました助っ人をご紹介します。カフカを追跡するのは重大な任務。もし逃がしたとなれば、天白市では負えないほどの責任を取ることになります。ですから、この少ないメンバーでも追えるように、構造士から追跡に長けたこの子を借りてきました。きっと役に立ちますよ。何この子、かわいい。で、どう役に立つの？カフカを見つけたら噛みついて離さないとか？ええ、似たようなものです。この子は構造士が我々古族の五感をバイオミメテクスして作った隊長。その鋭敏さは私たち以上とも言えます。足跡も匂いも一度特徴を覚えれば、ターゲットの痕跡を捉え、最後まで追跡することができます。わずかでもカフカの痕跡を見つければ、いくらうまく隠れようとも隊長からは逃げられません。ただ、正式な捜索を始める前に
少しばかりこの子をしつける必要があります。早く仕事に慣れてもらわないといけませんので。まずはどの匂いを追跡するか設定します。そうですね、私の香水で試してみましょう。味わえる。将軍のこのキラキラした痕跡をたどって天運を探し出せばいいってことだよね。痕跡が消えた？隊長ちゃん壊れちゃったのかな？ふむふむ、港周辺は風が強くて匂いを追うのが難しいってさ。美少女とワンちゃんの間でビビッと気持ちが通じたんだよ。周囲の環境を利用して痕跡を隠したか。天白氏のお嬢さんは俺らを試そうとしているみたいだ。周りを調べてみよう。何か別の痕跡があるかもしれない。それか周りの人に聞いてみよっか。人の通りも多いし天運を見た人もいると思うよ。これだってある種の情報収集だしズルじゃないよね。商業や貿易に最適な選択。今手に入れた手がかりってどれも天運と関係あるものだよね。ああ、これで隊長は彼女の後を追えるだろう。見つかっちゃいましたか。このように隊長がいれば追跡も簡単になります。どうでしたか？海星港でカフカの痕跡を見つけたらすぐにこの子を起動してください。絶対に逃がしはしませんので。もう一度お話がしたいですわ。海星港が止まる日が来るなんて。星河は夜ごと天を回りて、銀雲は流水のごとく響く。これはかつてとある詩人が海星港のにぎわう様子を見て詠んだ歌です。ラフの内と外はすべて精査を頼って行き来しています。海星港の製造ラインが止まれば泉州すべての航路も一時休止するしかありません。おかげで摂津市の仕事をしばらく休めて助かりました。天運は全然泉州のことを心配してないみたいだね。それはありません。商売をする者喜怒哀楽は顔に映さずというじゃありませんか。それに同盟がこれまで経験してきた危機と比べたらこの一件はさまつなことです。あと先に言っておきますが、もしカフカを見つけたら好きなだけ暴れていただいて結構です。ただし私には期待しないでください。
私はか弱い女子。ブルブルと震えることしかできませんので。皆様の腕なら魔音の実を相手にしようとも引けを取りませんが、私はただの文職。もしもカフカが暴れでもしたら。古族は先週人ほど長生きできないとはいえ、あと数百年は穏やかに生きたいのです。だからどうか勘弁してください。皆様を連れて聖茶会を案内するというのがあのお方のご命令でした。普段の私のお仕事と何ら変わりありません。ですが、戦いは私の専門外です。命を張るつもりもありません。最大限の誠意を示すために隊長を借りてきたまで。今度玉空に会ったら全部チクってやるから。心配しないでくれ。テユンさんを困らせるようなことはしない。カフカに遭遇した時、その核ほど戦闘は俺たちに任せてくれていい。道案内感謝する。隊長が追跡を始めるには手がかりが必要です。カフカが本当に海成港にいるなら何かしら痕跡を残しているはず。分かれて探しましょう。文字通り隅から隅まで。運気軍の武器ですね。何か鋭いもので切断されたようです。あの悪女がやったに違いないよね。長くて切れ味の鋭そうな刃物を持ってたもん。手榴弾？あ、何かついてる。これって口紅？迷子ちゃんへの小さな贈り物？あの女、うちらを挑発してるみたい。特別な匂いがするって隊長ちゃんが言ってるみたい。自分の意志結末にたどり着いてみせる。これは造成艦職人の通行用玉符です。関所を通るためのものですね。誰かがこれを使った後意図的に壊したようです。もしかしたらカフカかもしれません。これだけ手がかりを集めればカフカを追跡できるはずだ。怪しそうな手がかりはこれで全てのようだ。しかし本当にカフカの痕跡なのだろうか。意図的に残した可能性も否めないが、この量から見てうちらをからかってるんじゃない？あのわざとらしい顔でゆっくりと捕まえてごらんって言ってるのが目に浮かぶよ。スターピースカンパニーがあれほどの賞金をかけても捕まえられない重罪人ですもの。逆にこちらが狙われているかもしれません。さあ急ぎましょう。私たちは着実に彼女に近づいてるはずです。
ライが消えた。獲物の痕跡が急に消えたら狩人は気をつけなさい。狩る側と狩られる側の立場が逆転する兆しだから。カフカ！この運気軍たちは魔音の身に落ちていません。あなた、彼らに何を？ほんの少し暗示をかけて私のお話を聞いてもらっただけよ。これに関しては君が一番詳しいわよね。ここは良くないわ。大木様が来るには道が長すぎます。それに私にとってもよろしくない。この先で待ってるわね。おお、あの女を逃がしちゃダメだよ。なのか、落ち着け。あと少し。みんな急がば回れよ。ここ全然通れそうにないよ。どうにかしてカフカを止めないと。大丈夫です。ベルトコンベアを迂回すればいけます。ようこそ列車の皆さん。私を捕まえに来たのよね。最後のカードを切ったらどうだ、カフカ。俺たちがここに来たのも全てお前の計画のうちなんだろう。計画ではなく未来よ。無数の未来の可能性に干渉して最良の未来を現実に変えてるの。私たちを過大評価しないで、ベルト。性格ハンターも運命の奴隷に過ぎない。最良の未来？それって誰にとっての未来？あんたが他人のことを考えてるとは思えないけど。全宇宙のって言ったら信じるかしら。もちろん私にとってのだけど。
俺たちがラフの将軍の元まで案内しよう。自分が無罪だというのなら彼に弁明するといい。判決は彼が下す。それはお断りするわ。他人の歩調に合わせるなんて大嫌いだもの。そろそろ時間ね。さあ、かかってきなさい。さもないと間に合わなくなる。やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言。これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は泉州六音が一人、大牧師の大牧不言。遠方より訪れし客人を美酒で迎えたくはあるけれど、天地人三元がそのくらいにあらず、いかんにも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるかわかる？私の話し方に文句があるのなら直接言っていただけるかしら。俺たちは慶元将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大牧殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければならない。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。ほら、ご覧なさい。性格ハンターを捕らえたら大牧師が後の審問に取り掛かることになっているでしょ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。分かった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を俺たちも知る権利がある。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。木に望み変に応ずか。いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？性格ハンターってずる賢いからまた逃げられるかもよ。この私がいる限りどこにも逃げられはしないわ。それに性格ハンターの口を開けて自白させる方法は大牧師でのみ力を発揮するの。ふん、時間ね。行くとしましょう。さあ、こちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもりよ。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょ。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、すぐに精査を止められる場所がここしかなく。長楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふっ。羅漢の間、華商に満ち引きあり、船の進みが固くなり、泥に足を取られる。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちが数を数える時と一緒じゃん。
はいはい、どうせうちは素人ですよ。あんたは玄人みたいだし、説明してみてくれる？念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは正確で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね。普賢様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？普賢が休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。お前たち本当に熱心なのね。ゲーゲンが好きに差し支わしていいと言ったのもうなずける。気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一諾千金。たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ同点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれどそれは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、長楽天の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第、その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。わかったよ、信じるから。また人を怒らせちゃったみたい。彼女の肩を持つんだ。うちはただ約束を破るんじゃないかって心配しただけだもん。あまり気にするな。普賢さんは道理を心得た人のようだし、怒ってはいないはずだ。そうかな、冷たい人に思えたけど。そっか、そういう人苦手なんだよね。さあ、無駄話はここまでにしよう。大牧師の準備にも時間がかかるだろうし、この辺りを少し散策してみないか。イエーイ！さっき乗った精査も面白かったし、きっと長楽天にも面白いものがたくさんあるよね。